デルラボへようこそ。ようこそ。ようやく、ウェーブ製24分の1スコープドッグにお友達ができます。今回は、プラマックスの24分の1ストライクドッグの紹介です。なんか、このストライクドッグから鬼気迫るものをひしひしと感じます。少し怖いですね。短期で敵陣に挑み、複数の敵80をたくさん倒しているようなイラストですね。とてもかっこいい。それでは、内容を確認していきましょう。ご会長。パイロットの塗装、大変そうですね。方針パーツはこの状態で箱の中に入っていました。折りキャップなしで、パーツはすべて PS でした。パーフェクトソルジャーですね。いいえ、スチロール樹脂です。なんと、取扱説明書は全ページがカラーです。気合入っていますね。このように、いくつかのランナータグには、お好みで使用できるディテールがついています。ターンピックはないみたいですね。ストライクドッグの説明をお願いします。ストライクドッグは基本設計にスコープドッグをベースとしておりシルエットも似ていますが、サイズが一回り大きいヘビー級です。厳密にはミッド級のドッグ系 AT とは異なる系列です。マッスルシリンダーも新型を採用していますが、その分 PR 液の劣化が早く、連続稼働時間も通常の AT の半分以下に落ちているそうです。ストライクドッグは秘密結社がブラッドサッターをベースにブルーティッシュドッグ、スナッピングタートルなどの運用データを元にして開発したパーフェクトソルジャー専用 AT でもあります。常人をはるかにしのぐ身体能力と反射神経を持つ PS 専用に設計されているため、高出力な上にかなりティーキーな調整が施されています。劇中ではイプシロンの能力と相まって桁外れの機動性を披露していましたね。イプシロンって誰ですか？プロト1に続き、秘密結社によって生み出された第2の男性型パーフェクトソルジャープロト2です。戦いに勝つこと、そしてパーフェクトソルジャーという完全なる最強の兵士であることに非常に高いプライドを持っているのですが、そのプライドの高さや正々堂々の戦いを必要以上に求めるという誇り高い戦士の側面があまりにも強すぎるため、純粋な完全なる兵士とは言い難い PS でもあります。コックピット内部のディテールはとても素晴らしいですね。このキットにはコックピットシートに着席しているパイロットのフィギュアはありません。ですが、ストライクドッグのパイロットであるイプシロンが立っている状態のフィギュアはあります。
E8、E10 は便宜上オミットしています。E1、E2、E5、E6、E7 は便宜上オミットしています。お好みで I12 をここに接着できるのですが、現段階ではオミットしました。背部に大出力ロケットブースターを固定装備し、ラウンドムーバーを装着することなく宇宙空間での戦闘が可能です。このまま宇宙でも戦闘できるのですね。E3、E4 も便宜上オミットしています。肩のアーマーは2つのパーツで挟み込むタイプなので合わせ目ができます。ですが、あとはめ加工の必要がない設計となっています。これはとても嬉しい設計ですね。ところで、このキットの定価はいくらですか？定価は税込み8800円です。冷部製24分の1スコープドッグの定価は税込み9900円だから、こちらのキットの方が安いんですね。すずはいくらで購入したのでしょうか？すずは7378円で購入しました。それなりに安く購入できたのですね。アーマーの取り付けを上下力にしてしまいました。後ほど気づいて正しい位置に取り付けします。フローの内側に肉抜き穴があるのですが、それを塞いでくれるパーツまで用意してくれているのがとてもありがたいです。右肩アーマーの取り付けを間違っていることに気づき、正しい位置に取り付けました。大迫力のプロポーションですね。本キットはウェーブ製24分の1スコープドッグが可能だった。膠着姿勢への変形はできません。コックピットシートに着席しているパイロットのフィギュアがないとか、膠着姿勢が取れないことを差し引いても十分に素晴らしいキットだと思います。ウェーブ製24分の1スコープドッグと見比べてみましょう。ストライクドッグはヘビー級なだけあってとても大きいですね。まあ何にせよ24分の1スコープドッグにお友達ができてよかったですね。治一郎のバウムクーヘンって美味しいよね。ぬかみそ炊き立花のイワシのぬか炊きって美味しいよね。それおかずじゃなあ、はいみたいな会話が楽しめますね。
ストライクドッグの武装を見ていきましょう。まずは接近専用のアイアンクローです。これはとても理にかなっていると思いました。繊細な5本の指がある手を使ってアームパンチなんかすると戦闘中に手が潰れて使い物にならなくなる可能性があるじゃないですか。それなら単純な作りでも頑丈で戦闘に向いたものを取り付けた方がいいと思います。なるほど。続いてアイアンクローを展開して使用する 10mm 機関銃です。この武装について何かコメントされますか？いいえ、特にありません。最後にソリッドシューターです。仮組みなので甘くはめていますが、ここに合わせ目ができます。ですが段落ちモールドになっています。ここの隙間はこの後バラすことを想定してダボをカットしたのですが、切りすぎてできてしまいました。塗装で仕上げる際に接着剤で固定したいと思います。右手の形状は4種類あります。ソリッドシューター専用の持ち手、ブランデーグラスを模したそうな手、平手、握り手です。立ちポーズを決めているイプシロンのフィギュアが付属しています。これスズスズは塗装しないだろうな。私もそう思います。各部の可動域を見ていきましょう。中関節の屈曲はここまでです。首はここまで回すと外れるようになっています。各部の動きはこんな感じです。気になるというほどでもないのですが、合わせ目がバックパックブースターのここと肩アーマーにあります。1点だけ気をつけていただきたいことが、このアンテナの先端が素晴らしく尖っていることです。不用意に触れてしまうと怪我をする恐れがあります。組み終えてとても素晴らしいキットだなと思いました。パーツの組み合わせ具合が程よくスイッと入ってカチッとはまる感じです。シルバーのパーツの色がとても秀逸で、ランナーからうまくパーツを取り出せることができたなら塗装の必要がないようにも思います。各関節の保持力も申し分なく、ソリッドシューターを外しても関節がへたれることはありませんでした。このキットはスズスズのモデルラボ殿堂入りです。 RG ジオング HG ヒュッケバインマーク2に続いてですね。しかも初のバンダイ以外のメーカーですね。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたなら幸いです。励みになりますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。またお会いしましょう。